2025年8月、タイ、バンコク、その夜、ホテルの廊下を映す監視カメラは、あるものを捉えていた。いや、正確には、何も映っていなかった。それこそが、この事件の核心だった。警察の最終報告書には、こう記されている。集団心理現象による錯覚、異常なし。しかし、その結論が出るまでの72時間に、何が隠されていたのか。報告書が公開された日、一人の刑事が職を辞した。理由は、今も明かされていない。時計の針を、あの夜まで戻そう。午前3時、バンコク市内の中級ホテル、8階の客室、修学旅行中の高校生たちは、すでに消灯していた。静寂の中、一人の生徒が目を覚ます。ドアの向こうから、自分の名前を呼ぶ声が聞こえたのだ。低く、しかし確かに、まるで耳元で囁くように、彼はドアを開けた。廊下には、誰もいなかった。翌朝、同じ体験をした生徒が、もう一人いた。そして、また一人、最終的に、同じ階に泊まっていた生徒11名全員が、自分の名前を呼ばれたと証言した。しかも、声はそれぞれ異なる人物のものだったという。母親の声、友人の声、そして、一度も会ったことのない、知らない誰かの声。ホテル側は翌日、廊下の監視カメラ映像を確認した。午前3時から3時半にかけての映像には、廊下を歩く人影は一切映っていなかった。完全な無人。しかし、問題はその後に起きた。映像の開示を求めた保護者と学校側に対し、ホテルは、システム障害によりデータが消失した、と回答したのだ。わずか36時間後のことだった。警察が動いた。しかし、捜査はわずか3日で打ち切られた。72時間の記録は、ほとんど表に出ることなく封じられた。そして調査の過程で、一つの記録が浮かび上がった。3年前、同じホテルに宿泊した男性客が、チェックアウトの記録を残さないまま姿を消していた。当時の捜査資料は、存在しないことになっている。この夜に何が起きたのか、声は、どこから来たのか、そして消えた男の記録は、なぜ隠されたのか、すべては、あの修学旅行生たちの、普通の一日、から始まっていた。2025年5月、タイ、バンコク、ソムチャイ国際ホテルの正面玄関に、大型バスが滑り込んだ。バスのドアが開くと、制服姿の高校生たちが次々と降りてくる。笑い声が、南国の湿った空気に溶けていった。ソウル郊外にある高峰高校の2年生、総勢38名、修学旅行最終日の前夜を迎えた彼らは、全員が解放感に包まれていた。旅も終盤、疲れも出てきた頃だが、それよりも楽しさが勝っていた。チェックイン後、生徒たちはすぐに動き出した。引率教師の目を盗んで、コンビニでお菓子を買い込む者、ロビーのソファで友人と写真を撮り続ける者、部屋に入るなり、ベッドに飛び込んで天井を眺める者、ありふれた、どこにでもある光景だった。担任の法先生は、廊下に立ちながら生徒たちの様子を見守っていた。今夜は早めに休むように、と伝えたが、その言葉がどれだけ届いていたかは、定かではない。夕食はホテル近くのタイ料理店で済ませた。トムヤムクン、パッタイ、マンゴースティッキーライス。生徒たちは口々に感想を言い合いながら、賑やかに食事を楽しんだ。食後、ホテルに戻った時刻は午後9時を少し回った頃、バンコクの夜はまだ始まったばかりだったが、消灯時間は午後11時と決められていた。部屋に戻った生徒たちは、それでも眠らなかった。スマートフォンで動画を見たり、友人と通話をしたり、308号室では、トランプゲームの小さな笑い声が続いていたという。そして深夜0時を過ぎた頃、ホテルの廊下はようやく静かになった。誰もが眠りについたはずだった。午前3時12分、3階の廊下の先、309号室のドアが、内側からゆっくりと開いた。IMG、深夜のホテル廊下、薄暗い照明の下、生徒が扉を少し開けて廊下を覗き込んでいる。廊下には誰もいない。その部屋に泊まっていた女子生徒、チェ・ユナは後にこう証言している。確かに聞こえたんです。私の名前を呼ぶ声が、廊下には誰もいなかった。午前3時12分、その瞬間から全てが変わった。IMG、深夜のホテル廊下、薄暗い照明、ドアがわずかに開いている。309号室に泊まっていたのは、チェ・ユナ、
高校2年生だった。修学旅行2日目の夜、疲れた体を横たえ、彼女はすぐに眠りについたという。ところが深夜、彼女は突然目が覚めた。理由は、わからなかった。ただ、何かに呼ばれたような感覚があった。最初は夢だと思った。寝返りを打ち、再び目を閉じようとした。その時だった。廊下の方から声が聞こえた。低く、くぐもった声だった。しかしはっきりと自分の名前を呼んでいた。ユナ、ユナ。彼女は後にこう語っている。最初は同じ部屋の子が呼んでいるのかと思いました。でも、違ったんです。声は廊下の向こうから来ていた。彼女はベッドから起き上がった。ドアに近づき、ノブに手をかけた。一緒にいた友人のパク、ソヨンは、この時目が覚めていたという。ユナが急に立ち上がったので不思議に思いました。声なんて、私には何も聞こえていなかった。ユナはドアを開けた。廊下には、誰もいなかった。薄暗い蛍光灯が、静かに点滅していた。絨毯の上には、足音一つ残っていなかった。左右どちらを見ても、人影はなかった。彼女は30秒ほどその場に立ち尽くし、部屋に戻った。しかし、その夜はそれだけでは終わらなかった。午前3時41分、今度は、同じ3階にある305号室のドアが開いた。止まっていたのは男子生徒3人だった。そのうちの1人、カン・ジュンソは震える声でこうはしている。俺も聞いた。廊下から、俺の名前を呼ぶ声が、しかも、知らない声だった。午前4時を過ぎる頃には、3階に泊まる生徒の半数以上が目を覚ましていた。全員が、同じ体験をしていた。名前を呼ぶ声。しかし廊下には、誰もいない。翌朝、引率教師がホテルのフロントに CCTV の確認を求めた。映像には、確かに深夜3時台の3階廊下が記録されていた。しかし、人の姿はどこにも映っていなかった。問題は、その後だった。ホテル側が映像を開示した翌日、データが突然消去された。担当者は、システムの不具合、と説明したが、警察はすでに動き始めていた。そして捜査の過程で、一つの記録が浮かび上がる。3年前、この同じホテルで、一人の宿泊客が忽然と姿を消していた。警察が動き始めたのは、映像データが消去された翌朝のことだった。担当刑事がホテルに到着した時、フロントの様子はいつもと違っていた。スタッフたちは目を合わせようとせず、支配人は、弁護士が来るまで何も話せない、と繰り返した。捜査官はまず、生徒たちから個別に話を聞いた。証言は驚くほど一致していた。声は廊下から聞こえてきた。自分の名前を、はっきりと呼ぶ声だった。男か女かもわからない。低く、しかし確かに聞き取れる声だったという。問題は、その声を聞いた生徒が、一人や二人ではなかった点だ。同じ夜、3階に宿泊していた生徒のうち、少なくとも7名が同じ体験をしていた。時刻もほぼ一致している。午前3時から3時半の間、声が聞こえ、ドアを開けると廊下には誰もいない。床にも、壁にも、何の痕跡も残されていなかった。警察の初期見解は、あっけないものだった。集団心理現象の可能性が高い。修学旅行という非日常的な状況、睡眠不足、異国の環境、それらが重なることで、聴覚に関する錯覚が連鎖したのではないかという結論だった。会見での発表はわずか3分で終わった。しかし、捜査チームの中に、その説明に納得しない人物がいた。ベテランの鑑識担当、チャーウィット警部だ。彼は消去されたはずのデータに、別のルートからアクセスを試みた。ホテルのシステムには、外部クラウドへの自動バックアップ機能が存在していた。削除されたのはローカルデータのみ。クラウド側には、断片的ではあるが、映像の一部が残っていた。その映像をチャーウィット警部が確認したとき、彼の表情が変わった。廊下には、確かに人影はない。しかし、3時17分ちょうど、カメラの画角の端に、ごくわずかな光の揺らぎが映っていた。電気系統の誤作動とも取れる。だが、その揺らぎは規則的だった。まるで、何かが点滅するように、そしてチャーウィット警部は、もう一つの記録を掘り起こす。2022年、同じホテルの、同じ3階、一人の宿泊客が、チェックアウトをしないまま忽然と姿を消していた。名前はナパット・スリウォン。当時31歳。失踪届は受理されたが、
捜査は1ヶ月足らずで打ち切られていた。そしてその失踪届を取り下げた人物のアリバイが、今まさに問われようとしていた。失踪届を取り下げた人物。その名前が、ついに捜査資料の中から浮かび上がった。チャーウィット警部は、ファイルを静かに開いた。2025年、修学旅行中の高校生たちが、同じ廊下で同じ現象を体験した。2022年、同じ階で、一人の宿泊客が消えた。この二つの出来事をつなぐ線が、今ここに惹かれようとしていた。失踪届を取り下げたのは、ナパット、スリウォンの元交際相手だった。名前はウィチャイ、タナ君。当時34歳。現在は、バンコク郊外で小さな運送会社を経営している。警部は、まず彼のアリバイを確認することにした。2022年11月、ナパットが姿を消した夜、ウィチャイはどこにいたのか、彼の証言は一貫していた。その夜は、チェンマイに出張していた、証人もいる。しかし、記録は別のことを語っていた。ホテルのチェックイン台帳には、同じ夜、同じ3階に、W、タナ君、という名前が残っていた。バンコクの、このホテルに、チェンマイにいたはずの男が、バンコクのホテルに宿泊していた。チャーウィット警部は、その一行を指でなぞった。静かに、ゆっくりと、アリバイが崩れる瞬間というのは、派手ではない。一枚の紙に書かれた、たった一行の矛盾から始まる。捜査が打ち切られた理由も、今となっては問い直さなければならない。当時の担当刑事は、すでに退職していた。しかし警部は、その人物の現在の連絡先を把握していた。そして、もう一つの事実が浮かんだ。2022年の失踪事件が打ち切られた翌月、このホテルの防犯カメラシステムが、全面的に更新されていた。古い映像データは、機器の交換に伴い消去、と記録されていた。偶然か、それとも、誰かが意図的に消したのか。公式の結論は、あくまで、集団心理現象、だった。警察の発表文には、そう明記されている。根拠のない恐怖が、集団の中で伝播した。それだけだ。と、しかし警部の手元には今、その結論と真っ向から矛盾する記録が、静かに積み上がっていた。そしてその夜、警部は一つの確信に至る。この事件には、まだ誰も語っていない声がある。廊下に残された沈黙の中に、ひとしきれが走り始めていた。ひとしきれが走り始めていた。そして警部は、もう一度すべての記録を読み返した。最初の証言、次の証言、そして、その次の証言、並べてみると、奇妙なことに気づく。全員が、同じ部分を語っていない。声を聞いた時刻、廊下に出た順番、そして、最初に誰が叫んだか、その3点について、どの生徒も、明確な答えを避けていた。偶然だろうか、それとも、誰かが口裏を合わせたのか。警部は手帳を閉じ、窓の外を見た。バンコクの夜はいつも騒がしい。しかしその夜だけは、妙に静かだった。翌朝、警部はもう一度ホテルへ向かった。今度は、フロントではなく、地下の管理室を訪ねた。防犯カメラの記録を保存するサーバーが、そこにあるはずだった。しかし管理員は言った。そのサーバーは、先週交換されました。先週、つまり、事件からわずか3日後のことだ。警部は静かに問い返した。なぜ交換したのか、と、故障です。突然、動かなくなりまして、その答えは、スラスラと出てきた。まるで、最初から用意されていたかのように。警部は礼を言い、その場を後にした。しかし足は止まらなかった。ホテルの裏口を出たところで、一人の男が待っていた。元従業員だと名乗った。あなたが来ることは、分かっていました。と、彼は言った。あの夜、私は廊下にいました。カメラには映らない場所に。警部は息を飲んだ。男の言葉は続いた。声を出したのは、人間です。ただし、それは生徒ではない。では、誰なのか。男は周囲を見回し、声を落とした。このホテルには、もう一人、関わっている人間がいます。そいつは今も、ここで働いている。その瞬間、警部の脳裏に一つの顔が浮かんだ。事件の夜、誰よりも早く現場に現れた人物。証言を取り仕切り、生徒たちを誘導した人物。そして、一度だけ、不自然なほど落ち着いていた人物。ひとしきれは、もはや隠せなかった。次の容疑者は、最初からそこにいた。その男の言葉は、
静かな爆弾だった。このホテルには、もう一人、関わっている人間がいます。そいつは今も、ここで働いている。警部は思わず息を飲んだ。頭の中で、記録が高速で巻き戻される。事件の夜、最初の通報が入った時刻は、午前3時17分。だが、ある人物はそれより先に現場にいた。誰よりも早く廊下に現れ、誰よりも落ち着いた目で生徒たちを誘導した人物。その名は、チャンナロン。ホテルの副支配人だ。勤続年数は11年。評判は良く、スタッフからの信頼も厚い。表向きは、何も問題がない人間だった。しかし、調べれば調べるほど、歪みが見えてきた。まず、3年前の失踪事件との接点だ。記録によれば、2025年以前、このホテルで一人の宿泊客が忽然と姿を消した。その時の担当フロアは、チャンナロンが管理していたエリアと完全に一致する。さらに、失踪者の最後のチェックインを処理したのも、彼だった。だが当時、警察は彼から話を聞いていない。名前すら、調書に残っていなかった。次に、今回の映像削除の問題だ。ホテルの監視システムへのアクセス権限を持つ人物は、限られている。技術担当者が確認したところ、問題の時間帯に映像を上書きした端末の ID が特定された。その ID は、チャンナロンに紐づいていた。彼は、操作ミス、と説明した。だが、上書きは1回ではなかった。3回。それも、すべて同じ時間帯に行われた。別の日の映像だった。消されたのは、今回だけではなかったのだ。そして、決定的な証言が現れた。修学旅行の引率教師、高先生が、事件の夜に廊下で男性スタッフと話していた生徒を目撃していた。その人物の特徴は、チャンナロンと一致する。生徒は名前を呼ばれ、部屋の外に出たと言った。声に誘われたのではなかった。呼んだのは、人間だった。警部は資料を閉じ、立ち上がった。チャンナロンは今日も、このホテルにいる。笑顔でフロントに立ち、何事もなかったように仕事をしている。だが、次の一手を打てば、すべてが崩れる。問題は、彼の背後に何があるかだ。単独犯なのか、それとも、もっと大きな何かが、この事件を追っているのか。真実は、もう目の前にある。真実は、もう目の前にあった。チャンナロンは今日も、フロントに立っていた。笑顔で客を迎え、何事もなかったように振る舞っていた。だが、警部の目には、もうその笑顔が違って見えた。3年前、このホテルで消えた投宿客。名前は、ソムチャイ・ウィラチャート。42歳の実業家だった。チェックインの記録はある。だが、チェックアウトの記録は、存在しない。警察の報告書には、自主的に退去、と記されていた。しかし、その判断を下した担当者は、今はもういない。異動ではなく、早期退職という形で消えていた。警部は一つの仮説を立てた。ソムチャイは、このホテルで何かを目撃した。あるいは、何かを知りすぎた。そして、声はその記憶が、空間に刻まれたものだった。人間の恐怖は、場所に染み込む。繰り返された出来事は、壁に、床に、空気に残る。修学旅行の生徒たちが聞いた声は、幻ではなかった。それは、消されたものの叫びが、時間を超えて響いたものだったのかもしれない。だが、問題はそこではなかった。チャンナロンは単独で動いていたのか、それとも、もっと大きな力がこの事件を守っていたのか。警部が洗い直した記録の中に、一つの名前が繰り返し登場していた。ホテルの経営母体となる投資会社の名前だった。その会社の登記簿には、地元政財界の人間が複数名を連ねていた。警察幹部の名前も、そこにあった。映像が消された理由が、見えてきた。集団心理現象という結論が、なぜあれほど早く出たのかも、わかった。これは隠蔽ではなく、組織的な封鎖だった。チャンナロンは駒に過ぎなかった。本当の問題は、彼の背後にいる者たちだった。警部は静かに立ち上がり、コートを手に取った。生徒たちが聞いた声は、偶然ではなかった。この場所が持つ記憶が、助けを求めていた。そして今、その声に応える者がいる。次の一手を打てば、すべてが崩れる。問題は、崩れた先に何が待っているかだ。真実の扉は、もう開きかけている。真実の扉は、もう開きかけていた。警部はファイルを机に叩きつけた。3年前の失踪者、
削除された映像、そして生徒たちが聞いた声、すべてが一本の線でつながっていた。チャンナロンは最終的に口を割った。彼が語ったのは単純な隠蔽ではなかった。ホテルの地下に封鎖された区画があった。そこには記録されていない部屋が存在していた。警察が踏み込んだのは2025年11月のことだった。地下の区画は長年にわたり施錠されたままだった。扉を開けた瞬間、捜査員たちは言葉を失った。壁には名前が刻まれていた。数十人分の名前が、3年前に消えた投宿客の名前もそこにあった。彼女の名前はリナという24歳の旅行者だった。リナの失踪は当時単純な家出として処理されていた。家族は何度も再捜査を求めた。しかし警察は動かなかった。その理由が今になって分かった。地元の有力者がホテルの経営に関与していた。そしてその人物は警察の上層部とつながっていた。組織的な封鎖。それがこの事件の本質だった。生徒たちが聞いた声は何だったのか。公式見解は今も集団心理現象のままだ。しかし地下から発見された証拠は別の答えを示していた。リナが最後に残したメモが見つかった。そこにはこう書かれていた。誰か私の声を聞いて。生徒たちはその声を聞いた。名前を呼ぶ声を、助けを求める声を、科学では説明できない。しかし、否定することも、もはやできなかった。チャンナロンは起訴された。ホテルは閉鎖された。地元の有力者は逃亡し、現在も行方不明だ。真実の一部は、明らかになった。しかし、すべてではない。なぜ、あの夜だけ声が聞こえたのか。なぜ、生徒たちの名前だったのか。その問いに答える者は、まだいない。リナの家族は、ようやく娘の痕跡を見つけた。しかし、リナ本人は、まだ見つかっていない。事件は公式には終結した。だが、本当の終わりはまだ来ていない。声は今も、あのホテルの廊下に残っているかもしれない。誰かに聞いてもらうのを、待ちながら、真実とは、時として少女よりも長く生き続ける。この話には、まだ続きがある。その後、関係者たちは、今どこにいるのか。ホテルの廊下で声を聞いた生徒たちは、帰国後、しばらく学校を休んだ。何人かは、今もカウンセリングを続けているという。眠れない夜が続いている子もいる。自分の名前を呼ばれる夢を繰り返し見るのだと、担任教師は、教壇を離れた。理由は公表されていない。ただ、同僚たちは言う。彼女はあの夜から、一人で廊下を歩けなくなったのだと。ホテルの支配人は、事件から3ヶ月後に退職した。引き継ぎ書には、ただ1項だけ記されていた。308号室には、客を入れるな。警察が、集団心理現象、と結論付けた報告書は、正式に閉じられた。しかし、それに署名した刑事は、今年の春に早期退職を申請した。理由を尋ねた記者に、彼はこう答えたという。あの映像は、本当に何も映っていなかった。だから怖いんだ。リナの家族は、娘の痕跡を見つけた。しかし、リナ本人は、まだ見つかっていない。2026年5月現在も、捜索は続いている。声は、なぜ生徒たちの名前を知っていたのか。その問いに、誰も答えを出せていない。一つだけ、確かなことがある。あのホテルは今も営業している。今夜も、誰かがあの廊下を歩いている。そして、308号室のドアは、内側から鍵がかかったまま、ずっとそこにある。真実は、時として少女よりも長く生き続ける。声は今も、誰かに聞いてもらうのを待っているのかもしれない。この話には、まだ続きがある。